こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで、医療保険制度について解説をしていきたいと思います。医療保険、国民皆保険という制度を日本は採用しておりまして、どなたもいつでもどこでも高水準な医療が受け入れる、そしてその負担を軽減できるという制度を採用しております。人によって加入している保険制度により1割から3割の負担という形になっておりますが、病院に行って、そして自己負担額、それが高額になってしまうというケースもあるかと思います。そんな中でですね、医療保険制度においては、医療費の負担を抑えるために高額療養費という制度を設けております。この高額療養費の概要について説明をしていき、そして今ですね、詳細はまだ出ておりませんけれど、高額療養費の上限額の引き上げの議論がされておりますので、その内容についても見ていきたいと思います。まず、今回の概要ですけれど、日本の医療保険制度についてまずは見ていきたいと思います。そしてその中の高額療養費とはどういう制度なのかについて解説をして、この高額療養費については上限の引き上げの議論が進められておりますので、その概要、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは日本の医療保険制度について見ていきたいと思いますが、国民皆保険制度というのを日本は採用しており、いつでも、誰でもどこでも必要な医療を受けることができる。そしてその支払い額、自己負担額を低く抑えることができる制度というのを設けております。そして人によってですね、医療保険制度3つの中、どれかに加入をするという形になっております。まずは被用者保険と言われるもの。主にサラリーマンの人が加入をして、事業主は保険料の半額を負担をするという形になっております。こちらの、被用者保険につきましては、協会憲法の干渉のものと、健康保険組合干渉のもの、大きく2つに分かれてくるという状況になっています。また、その他、国民健康保険、被用者保険に入らない人、そして75歳未満の人、自営業の方が入る保険制度という形になりまして、多くの方は被用者保険、そして国民健康保険、どちらかの方に加入をした後に、75歳以上になると、後期高齢者医療制度というのに加入をするという形になっております。被用者保険、国民健康保険は原則として負担が3割という形になっておりますが、後期高齢者医療制度につきましては、過去の様々な法改正を経まして、今は1割から3割、人によって異なるという状況になっています。こんな中でですね、各保険制度において設けられているのが、高額療養費という制度になります。こちらは1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担の限度額を超えた部分が後で払い戻されるという制度になっております。この高額療養費、ポイントはですね、月をまたいだ場合は各月それぞれで自己負担額を計算をしていくというものになりますので、月単位という形になります。また、事後にですね、高額な療養費になってしまって支払いが大変だというケースもありますので、そういった場合、医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、限度額適用認定証というのが発行されますので、そちらを活用するという形になっております。従来はですね、限度額適用認定証発行結構多かったんですけれど、最近はですね、マイナンバー保険証が普及し始めまして、オンラインで同意が可能になっておりまして、徐々に限度額適用認定証の発行が減ってきているなというふうに感じております。そして、それでは、1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を超えた部分が後払いとなりますけれど、1ヶ月の自己負担の限度額はどういったものになっているかについて見ていきたいと思います。
1ヶ月の自己負担限度額につきましては、70歳未満の方に関しては5区分に分かれております。そしてですね、自己負担限度額というのは各区分に応じて計算のルールが決められておりまして、総医療費ですね、いわゆる10割負担額を基準に計算をしていくという形になります。ただしですね、70歳から75歳の場合は、今5区分ありますけれど、この区分が変わってきます。そして70歳から75歳の場合は、個人の場合と世帯の場合で限度額が変わってくるというところがポイントになってきます。そしてさらにですね、毎回この自己負担限度額を超えた部分が支払いをされるかというと、そうではなく、多数該当高額療養費というのも設けられておりまして、この限度額認定につきましては、月単位ではありますけれど、年間3回までがこちらの表の原則という形になり、4回以上の場合は限度額が引き下げになるといったところに注意が必要です。このようにですね、70歳から75歳、また70歳未満という形で所得区分が変わってきますけれど、こちらは年齢、所得状況によって設定をされているというものになっております。そしてですね、この限度額の認定ですけれど、この今現状、改正が予定をされております。上限の引き上げということで、今現状議論をされているところではありますけれど、2025年の夏から早ければ限度額が引き上げになるという形になります。どういった金額で引き上げになるかといったところは今詳細出ておりませんけれど、引き上げ内容の骨子としてはですね、年収が高い区分の人ほど上限額の引き上げ幅を大きくするという案。そして同時にですね、低所得の区分は負担が大きくならないようにする。多くの場合、引き上げの場合出てくる議論ではありますけれど、どのくらいの上げ幅になるのか、どのくらい負担が大きくならないようにするのかといったところはこれから詳細が議論をされるという状況です。ではですね、なぜ限度額の上限の引き上げになるのかということですけれど、こちらはですね、もうすでに2023年の子ども未来戦略、少子化対策の一環として、この、高額療養制度の上限の見直しというのが、子ども未来戦略の中の取り組みの一つとして明記されているものになりますので、もうすでに決まっていた内容に着手し始めたという形になります。そして、この限度額の上限の引き上げですけれど、多くの場合ニュースでも取り上げられておりますけれど、医療費の総額を抑制をしていくという形になりまして、2022年度においては、医療費の総額というのが 46.6 兆円ということで過去最高になってくる。また、社会保険などの標準報酬月額の上限引き上げなども、検討されている状況ではありますけれど、そういった中ですね、今の現役世代の保険料負担がどんどん上がっているといった状況もありまして、今後、高額療養の上限の引き上げを行っていくという形になっております。そして最後に注意点とまとめですけれど、自己負担額の基準額についての注意点ですね。こちらはですね、一月単位でまとめてはいくんですけれど、さらに医療機関ごとに計算をしていくという形になります。そして医療機関ごとではありますが、さらに外来だとか入院、そういった形でさらに区分をしていって集計をしていき、自己負担額を計算をしていくという形になりますので注意が必要です。また、上限を超えた部分に関しましては払い戻しがされるんですけれど、その払い戻しですけれど、こちらはですね、診療月からおおむね3ヶ月以上かかってくるといった形になりますので、非常に時間がかかります。従いましてですね、その間の資金繰りといったところもありますので、高額医療費貸付制度というのもあります。こちらはですね、医療費が高額になる場合ですね、高額療養費の見込み額の8割相当を無利子で貸付をするというものもありますので、ぜひですね、こちらの方も活用をしてほしいと思います。
少子高齢化が進んできて、医療費の方も増えてきているといった状況、健康を害すると事業の継続、就労の継続に大きな影響を与えます。そういった場合はですね、会社健康診断というのが義務になっております。パート労働者であっても一定の要件を満たす場合は健康診断を受けなければいけないとなっております。きちんとですね、定期健康診断の受診をしていただいて、労働者の健康管理も行っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。